はい、ガリウスの迷宮の RT 実況ガチでやっていこうと思います。前回説明できなかったんですけど、この左の耳で倒すようにしてます。狙いは鍵ですね。お金が出た場合も時間の無駄なので無視します。あそこ倒すだけならね、0.5 秒もかからないので、それぐらいのタイムロスでね、鍵か矢が手に入るチャンスがあるならやった方がいいかなっていう判断になってます。右下に流している小さな動画は、前回の動画になりますので、34分19秒の動画になります。今回の目標はね、この34分19秒に何が何でも勝つことです。いや、こんな記録もう更新できないって前回叫んだんですけれども、あの後ね、他の方の動画見ててね、めちゃくちゃでかい更新点見つけちゃったんですよ。過去一番でかいぐらいの更新点ですね。いや、これやらんと終わるわけにいかんだろう。ここも少し更新入れてます。ここ左小ジャンプしてます。少し速くなります。かなり速いです、ここまで。で、更新点あったんですけど、やるからには前回の記録を超えないと閉まらないんですよね。ただそれがめちゃくちゃ難しいんです。なんでちょっと前回の記録にガチで勝ちにいってます。よし、当たった。これはかなり早いですね。でも前回の記録に負けたなと思ったらもうその時点でリセットしてます。おっと、あと前回できなかったこと全部やっていきたいんですけれども、とりあえずワールド1終了後ですね、セラミックカローを先に取りに行くっていうのは前回ちょっと安全策とってやらなかったので、今回やっていきます。アイテムがクソですね。ちょっとひどいな。目安としてはワールド1クリアタイム2分40秒以内でいけたらセラミックカローの先取りルート入るんですけど、無理でもいきますよ。手間取りましたね。ギリギリ2分40秒ですね。要は3分15秒の飛空石に間に合えばいいので、こんな感じで先に取って3分15秒の飛空石を目指します。もともとセラミックカロー頭足っていうのは3分15秒の飛空石に安定するためのものだったので、ただ早く着いたから乗れるかっていうとそういうわけでもないんですよね。運が悪かったらどんだけ早く着いても乗れませんし。全然当たんねえんですけど、乗れた。とりあえず大時間もクリアです。いい感じですね。これらもう一回入れます。これ狙いはアイテムと経験値です。これ第2関門クリアです。ここもちょっと更新してます。今みたいな感じで矢を打つことでスケルトンを上から倒す必要がなくなりました。で今回右下と同じように鍵をね4つ取りに行くルートから外れます。この時点で鍵が3あると足りるんですよ。鍵入った。ただこの時点で鍵が3あるためには時点でねドロップアイテムでね鍵を2個以上拾う必要があるんです。そこまでにドロップアイテムを落とす敵っていうのは大体20体ぐらいいまして、
ドロップアイテムで鍵が出る確率って16分の1なんですよ。16分の1の確率を20回のうちに2回以上引かなきゃいけないので、あんまり分がいい勝負じゃないです。確率的には3回に1回ぐらいいけたらいいかなって感じになります。なんでその確率を少しでも高めるためにね、スタート直後にミミズ倒したりですとか、ちょっと画面切り替えでアンブレラ使ったりとかして、アイテムの質を良くしてるんですね。一番でかい更新点って何だっていう話なんですけれども、ワールド9になります。ワールド9のボス戦ですね。僕はそこにバイブル8個残すようにしていってたんですけれども、あれバイブル5個で、しかも30秒近く早く倒せるルートがあることに分かりました。たまに負けて死ぬんですけどね。30秒近く最後に縮まるのもでかいんですけど、お金入った。バイブルを3回節約できるのもかなり大きくて、これでね、かなりね、時間節約できます。いい感じですね。ちょっと矢が少なめではあるんですけれども、突破します。これちょっと右下から遅れてますけど、まず問題のない時間で来れました。ワンタン級成功。右下より速くなりました。かなり速いです。前回失敗したんですね。ここのワンジャンプ岩壊し、もう一回挑戦します。成功。前回これがやりたかったんですね。失敗しますから右下見てください。当然速くなりますね。1秒ぐらい。ここもアンブレラはいいかな。結構経験値稼いでますからね、この時点で。かなりいいタイムが来てますね。いった。少ないんですけど、割とお金が出てるんで問題ないんですよね。右下よりも早く来るのってなかなか珍しいです。この辺からお金の計算始めます。まだ鍵の4個の寄り道ルートを使ってないので、時代の店で鍵が5個あればいいんですけれども、そこまでに1個使うので、お金45あればいいですね。全然足りますね。めちゃくちゃ速いです。このタイムで来た場合、一番バイブル多く使います。2個使います。っていうのは、右下で使ったね、時代の店からワールド4に行く空席より1個前に得られるんです、この時間だと。
ちゃくちゃ速い。ありえない速さで出てます。アンブレラ1回だけ入れます。狙いはもうアイテムですね。鍵があればちょっと楽なので。40だと足りないので、50取りに行かなきゃいけませんね。あ、鍵が出た。これはありがたい。これで40で足りるので、お金が。次のコインは無視します。取ってもいいんですけどね、正直。うっそ。間に合うのこれ。あそこで突っかかった場合って結構余裕あるんですよね。影欲しいけどしょうがない。多分間に合ってると思うんですよね。12分の飛行石間に合ってますよね。12分の飛行石。ただアイテムがくっそ弱いです。鍵が5しかないし、矢が64しかないのがなかなかきついですね。ただこの飛行石が乗ることはめちゃくちゃ珍しいので、なんとか頑張っていけたら過去にないくらいのスピードが出ますね。ワールドさんのボス戦ですね。あれよりも、あれくらいのスピードで入ることってないんですよ。10回に1回もないです。もう少し遅かった場合は、バイブル使えません。1回も。1回も使わずに節約します。で、もうちょっと遅かった、もっと遅かった場合は1回使って、バイブル1回使って、右下と同じ飛行石に乗りに行きます。ワールドさんのところでバイブル、どれぐらい使うかはちょっと変わるんですね。ここで2回使うと後はしんどくはなるんですけれども、できるチャンスがあるのはやるべきでしょう。この30秒後はかなりでかいので。ただ矢がすごく少ないのでやばいです。安全策取ります。あとはもうこれで最後までなんとか走り切れたらいいんですけど。最後まで走り切れたら確実に勝てますね、右下に。もう一回30秒リードしてます。OK。30
ジャンプ横足2回目も成功ですね。まあ普通成功するんですよね、あれは。あいた。さあ、あとは途中までこれ矢が出てくれなきゃしんどくなります。矢が出なかった場合、中盤で矢稼げます。ほい。来ない。矢来ましたね、1個。オッケー。正直41でもかなり少ないんですけれども、まあ助かった。これはめちゃくちゃでかいです。鍵が足りなくなりますね。まあ、これはもう鍵4横取りルートに入るしかないと思います。だから、ボス前の人事ロケで鍵を落としてくれる可能性もあるんですけれども、あの人事ロケはかなりアイテムが良くて、マルチドロップアイテムなんで最大5個落とすんですね。で、1つあたり鍵が出る確率が8分の1で、鍵出たとしたら、1個で2個落ちるので、2個ぐらいだったら2分の1の確率で落ちるんですけれども、そこで落ちるか。全然アイテム出ませんでしたね。ただめちゃくちゃ早く倒せたんで、普段バイブルに余裕があればあそこもねバイブル使うんですよ。その方が早いので、今回かなり早く倒したので問題はないと思います。いい感じです。早い、めちゃくちゃ早い。ここから鍵寄り道ルートに入るんで少し遅れるんですけれども、いやもう少ないですしね、あんまりアイテムは良くないんですが、ただここまでありえないスピードで来ているので、これはさすがに更新できるんじゃないですか。失敗しました。この 1.1 分リードはくっそ早いですね。アイテムもいいですが、お金ですね。お金が7入ります。矢が極端に少ないですが、ちょっと際どいですね。ワールド後の人事ロケにアイテム5つ取れなかったので、ちょっと足りなくなるかもしれません。途中で1個コイン回収しますね。安全策ですね。多分足りるとは思うんですが、足りなかったら結構なタイムロスになるので、ここのアイテムお金なんです。基本使うことはないんですけど、安全策で取っておきます。
ブルは1個節約できたのでいつもと同じですね。OK。お金ちょっと拾っときます。でもこれでお金山ほどありますね。これでアイテム足りなくなることはないと思います。間違えたー。もう素直にバイブル2回使います。53秒差、いい感じで来てますね。結構この先も飛空石勝負なんですけれども、これぐらい差がついていればさすがに勝てるんじゃないでしょうか。 OK、いいタイミングできましたね。いいタイミングできてますね。これいけるんかな。この上で落とされる危険性はあるんですけれども、1回ぐらい落とされても全然余裕なくらい勝ってます。こう来た。アイテムもこれで300まで変えれば OK。 あともう死なないことぐらいじゃないですか、クリア失敗する可能性って。いった。ちょっと失敗しましたね。ここもちょっと変えてます。多分この方が早いんですよ。言うても1秒も変わんないんですけどね、今のところは。ドキドキしてくる。ちょっと無言になるかもしれませんね。やっぱり喋ってるとミスしやすいので。しまった、落ちた。ちょっとミスしましたが、ここはバイブル使います。絶対この方が早いです。バイブル使わなくても速攻で倒せることはあるんですけれども、そっち行ってくれたらすごい助かる。こっちに向かってこられるのが一番怖いんですよね、これ。向こう行け、向こう行け、向こう行ったらすげえ。これ一番楽なパターンです。バイブル一個余ります。落ち着け、ここで1分リード。しかも最後ね、ワールド級のボスで勝てれば30秒短縮できますからね。
OK。ちょっと2回ミスりましたけど、まあまあ落ちるよりマシでしょう。うっそ、落とされた。やべえ。間に合った。 OK。 今のところスケルトンが襲いかかってくることがあって、それ結構回避不能なんですけども、それもなんとか回避できました。ありえない速さで来てます。手に汗握ってきましたね。ようやくもうこれでこのシリーズ終了させてくれ、頼む。間違ってここ落ちないように注意ですね。あ、落ちちゃった。これ結構タイムロス派手やったりします。ここ頑張ってバイブル1回でいきます。遅いかちょっと。いけたー。内側に跳ねられるとキングの攻撃が当たるのでいけるんですね。外に跳ねられるともう少し時間かかります。この時点で1分16秒リードです。ちょっとバイブル余裕あるので、ここ1個上使いますね。安全策です。バイブルに余裕がなきゃできないんです。出た。さあ、ちょっと無言になりますかね、この辺から。たまに下る時あるんですけどね、ここも。前回安全策使ったんですが、もう下から行きます。今回失敗してもそんなにロスにはならなかったですね。一番下まで落ちたらえげつないロスなんですけど、ここも突破。あとボス戦ですね。ここちょっと当たっちゃいます。ああ、最後のセンス。ああ、ちょっと慎重にいきますが、下で戦います。今の動かしちゃいます。切れそうになったらコントロール連打して確実に止めるようにしてます。勝った。えげつなく速い。こ
あとはワールド中ガチャ勝負ですが、これ一番遠いところでも勝てるんじゃないですか。さあ、ワールド中ガチャ勝負です。なんでアフロディテになってる。一番近いところには出てこれませんでした。正直低い席を使わない方が早いんですが、来なかった。一番遠いとこ来てる。勝てるかこれ。勝てるか。結構いい勝負ですよこれ。一番遠くに来ていい勝負すんの？マジで？勝ってくれ頼む。ここはもう、うわー、こんなところのサイティが役に立つとは思わなかったですね。勝てそうですね。できれば33分台出したいんですが、よし、もうこれでほぼ勝ったでしょう。さあ、間違えた。何してんの？落ち着け。ここ剣入れるんですよ。多分バイクは残ってないですね。さあ、どこ来る？来たー！終わり？終わり？ 33 分45秒！すんげえ、もう無理ですね。これで勝ちました。これで終了です。カンって感じですね。もちろん最後ね、ワールド中いっちゃん遠いとこ引いたので、これ一番近いとこ引けば32分台は余裕で出ましたね。まあでもそこまでほぼ完璧に来てたんで、もうこれはもう文句ないでしょう。右下も今ゴールしましたね。最後3分7秒で駆け抜けるのも、一番遠いところで3分7秒っていうのはなかなかきつい記録ですし、これでもう思い残すことはないと思います。ワールドさんのね、入りがすごく良かったので、あそこでバイブル2回使って、ワールドような低い席を1個前に入れるっていうのは実はほとんどできないんですよ。10回やって1回も成功しないぐらいです。その後をきれいに走り抜けたっていうのがすごい価値高いですね。これ以上ね、タイム上げるとすると地雷買わないぐらいの方法しかないんですね。ワールド4のボススライムっていうのはバイブル3個あれば多分剣で倒せないことはないんですけれども、それすると地雷の買う店に行く必要がないので時間はかなり短縮されるんですが、問題がありまして、それするとまず鍵が足りなくなるんですよ。これ RTA なんでね、タズさんの場合それでいいんですけど、 RTA だと鍵店で入らないと鍵足りなくなるんですよ大体。なのでもし地雷なしでやるとすれば、よっぽど鍵の出がいい時でないと無理だと思います。もちろんこれ記録を更新しようと思えばね、このペースできてもっといい
ワールド上の場所引けば更新はできるんですけれども、まあもういいでしょう。もうこれで最強だと思いますよ。32分台いりますプレイぶりとしてはもう完璧に近かったのでこれでいいと思います。ではこれで終了したいと思います。ご視聴ありがとうございました。終わったー。